朝食べると元気出ますから。出ますね。一日の活力ですね。お客さんに喜んでもらう、満足してもらう。はい、すいません。お待たせしました。700円ですね。はい、どうぞ。600円ですね。ありがとうございます。はい、すいません。どうもです。ありがとうございます。どうもです。今日何時起きなんですか？いや、私はもう夜からやってるんで、昨日の夕方から、はい、夜通しですね、はい。だから極端に終電を見て始発も見てますから。うん。ありがとうございます。とんでもないですよ。ありがとうございます。社長はここでオープンする。10月過ぎたら30周年ですね。そうですね。1998年ですね。オープン。二人で独立したんですけどね。最初の相方は今はいないです。社長はおいくつになるんですか？もう今年で61です。お若いです。ありがとうございます。店内は全部で何坪ぐらいなんですか3坪ないですね。2.8 坪です。で、厨房だともう2坪とか。うん、だからワンオペができるんですよね。振り向けば何でもできるんで。僕大体この時間に変わってます。だから3人で8時間ずつ。ただ5人いるんで、みんなが毎日出てるわけじゃないんで、完全週休2日制にはしてるんで。ちょっと営業が夜の1時半までですよね。から終わるじゃないですか。掃除して、おつゆ全部捨てて、全部掃除してやり直すんですよ。だから1時半って言っても結局掃除と準備やり直したいから、24時間にしないだけです。店自体は24時間誰かがいます。常連さんとか、毎朝来る人来とかいるる人は週5ですね。僕らより食べてる人がいっぱいいます、ね。あれじゃないですか、生活のルーティンにしてくれてるんですよね。うちで蕎麦食べてから出社するっていう。どういう組み合わせが一番人気ですか？トッピングを50円でやっちゃってるから、しやすいんですよ、安いか肉うどんだと、トッピングが、ら。多いのは、キャベツと、今やってないんですけど、冷やしと交代で、は肉カレー、肉キャベツ、肉天ぷら、肉になめことか、肉にわかめと。結局みんな肉に何かってつける人が多いんです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。おはようございます。どうぞ。300円お返しです。ありがとうございます。そうです。おはようございます。大事なお店だから。はい、どうぞ。600円ですね。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。さっきの人はオープンからの子供だからこんな赤ん坊の時から知ってます。はい、すいません。どうもです。ありがとうございます。どうもです。朝はオーダー聞かない人がいっぱいいます。
おはようございますって言って、はいどうもの方がお客様気持ちいいじゃないですか。卵生か温泉どっちにしますか？温泉卵ですよね。よく来られるんですか？あ、はい。大体週に3回ぐらいですかね。はい。毎日はないですけど。はい。お仕事前とかですか？いや、仕事終わりですね、今は。はい。どんなお仕事されてるんですか？酒屋さんで働いてます。はい。卵生か温泉どちらになさいますか？生卵で。はい、すいません。お待たせしました。今日はね、肉うどんの、キャベツ。キャベツなんですね。キャベツがいいんですよ、量がいつもそれを食べられるんですか？僕。今、今月の、いつまでだっけな。カレーがね、好きだったんで、カレーうちも食べてたんですけど、そうなんですね。カレーが中止になっちゃったんで。ないときはそちらを。そうそう。で、しかもほら、カレーは火がないから、もうそろそろ熱くなってくるでしょ。味いかがですか？あ、うん、そうか。どれぐらいご利用されるんですか、この店？ほぼ毎日。あ、毎日ですか？毎日朝、時間があれば。お仕事前ですか？うん。卵生か温泉どうしますか？お仕事どんなお仕事されてるんですか？普通の、サラリーマンです。このお店を選ばれる理由とかってあります？やっぱ有名なんで、ね、美味しいです、やっぱり。朝食べると元気出ますか？出ますね。一日の活力ですね。ご協力ありがとうございました。卵生か温泉どっちにしますか？温泉で。はい、すいません。すいません。550円ですね。はい、ちょうどですね。肉うどんで、肉だ。よく来られるんですか、こちら？そうですね、そうですね、近くに住んでいますので、
美味しいですか、ここのおうどん。美味しいですね。映画を作られてるってことですか。そうですへね。ーまあ今は大変です日本の方ですか。けど。いやいや、中国人ですね。中国留学生さん。留学生です。中国にも似た料理ありますか。うどんではやはり日本のうどんが人気ですよね、北京では。すいません、お待たせいたしました。はい、ちょうどですね。お味いかがですか。美味しいです。結構七味をかけられるんですね。そうですね。ちょっとピリッとした方が美味しいんで。美味しいですか。お仕事前とかですか。あ、そうです。現場が今度こっちの方なんで。はい、出ます。しんどかった。もうね、いやー、しんどいっすよ。ありがとうございます。肉そばで。ダブルで。はい。生か温泉どっちになさいますか。温泉で。はい、すいません、お待たせしました。700円ですね。はい、ちょうどですね。この時間がやっぱ多いですか。いや、一番途絶えないのはやっぱお昼かもしれないです。朝早い時間帯は朝まで飲まれた方の団体とかあとは仕事前に。はい、すいません、どうもありがとうございます。はい、すいません。で、ご膳ですね。どうも。ありがとうございます。ありがとうありがとうございます。卵に青いピッピってあるのは何なんですか。印してもらうとどっちがどっちか分かんなくなっちゃう。回せば分かるんですけど。肉うどんミニで。どうぞ。肉うどんのミニで。肉うどんのミニで。はい。はい、すいません。はい、今日もですね。ネギいいよ。ネギ抜き。はい。はい、すいません。はい、すいません。お仕事前ですか。
どういった関係のお仕事なんですか？建築です。建築関係。卵生か温泉どちらになさるんですか？生卵で。お味いかがですか？はいはい。肉うどんだとトッピングって結局みんな肉に何かつける肉うどんのキャベツ。肉うどんにキャベツを取ったりとか。温泉で。はい、すいません。いや、今も並んでるんですよね。予約表示ができですね。社長さんの弟さんに当たるんですかね。社長さんどんな方ですか？よく喋りますよ。ちっちゃい頃から仲良かったんですか？かなり年は離れてる。はい、すいません、ありがとうございます。最悪20年前に2、3年で寝たきりっていう告知はされたんです。で、店にも一生立てないって言われたんで、弟入れるしかないじゃないですか。お医者さんってこう叩くじゃないですか、こうみたいな。これ反射を見るんですけど、お医者さんがこう叩いても、反射してないんですよ。この人反射したのになんで動いてんのっていう体らしいんですよ。ただ全然2、30万人に1人なんで、少ないです。聞いてもいいですか？ CIDP って言うんですよ。日本名は最悪ですよ。慢性、脱髄性、多発、神経炎。結局、悪くなると寝たきりに向かっちゃうって動けなくなる。今は大丈夫なんですか？体自体は。全然科学的には車椅子じゃないですか。で僕、足とか手が遅れるんですよ。階段も、下り階段は、手すりがないと僕降りれない。指先でやってると全部ひっくり返したりしちゃうんですよ。だから、第一関節を指先だと思うんです。深く握るようになるじゃないですか。だから見てください。こんななっちゃってる。指が。いや、もう不自由なんで。じゃあ提供する上でちょっとこだわっていることを教えていただきたいです。お客さんに喜んでもらう。満足してもらう。最初の相棒といつも食べに行くお蕎麦屋さんがあったんです。そこで肉蕎麦食べてたんですよ。で、いつもそこの蕎麦のほら味も好きで、これ肉5切れぐらいしか入ってないから、これ肉いっぱいこれで入ってたら最高なのになっていうのを自分たちが商売やるときにしただけです。偶然駅前に場所があるってなったんです。ど駅前だよって話で、見たら、狭いなっつって、何やるここで。で、思いついたのが、立ちそばでも狭すぎっから、いや、ギリギリできるよ。最初は、付き合いのあった製麺所さんに、そこの麺を入れてもらってたんですけど、うちはオリジナルにしたいっつって。だから、蕎麦もなんか平麺みたいでしょ。うどんも形から全部、僕らのわがまま言って、肉と絡めて食べた時にいいような、給食のソフト麺。形状です。みんな子供の時から大好きだから。お店のお名前のこの由来聞いてもいいですか？お正月に飾る赤い実の、あれ薬草なんですよ。育てるのが難しい木らしいんですよ。ただちゃんと育ったら人の体にも優しい薬草になる。だからちゃんとやんなかったらすぐ潰れるぞっていう戒めです。いつも来てくださるお客様に一言いただけますか？ありがとうございますしかないですね。